スイフトスポーツを買ったらまずやりたくなるのがカスタムですよね。でもこれって車検本当に大丈夫なんですか？ディーラーに入庫拒否されたらどないしようかなと買う前から不安になりますよね。実は僕も最初は不安しかなかったので、今回は僕が実際につけて車検にも余裕で通ってディーラーでも一切突っ込まれなかった完全合法安心カスタム20選を紹介します。これ見ればパーツ選びで絶対に後悔しないので、ぜひ最後まで見ていってください。それでは早速1つ目ですが、 HKS ハイパーマックス S 車庫長ですね。車買ったら皆さん大体無駄にでかい羽とかエアロパーツを先につけがちなんですが、僕がスイスポ買ってからの6年でいろいろ実際にやってきて思うことは、車買ったらまず車庫長ですね。大阪オートメッセとかセマショーとか世界中のカスタムカーショーで展示されている車見てみると、間違いなく車高下がってます。トヨタの公式ブースでも車高下がってる車展示してるので、とりあえず車買ったらまず車庫長ですね。ここで車庫長買わずに車高を下げるだけのダウンサスにしてしまうと、取り付けてからの経年劣化で取り付けた時以上に下がってしまい、リアフォグの高さ問題とか最低地上高の問題が出てきて車検に通らなくなる可能性が出てきます。その場合だとまた結構高い工賃を払って純正戻ししないと無理なんですが、車庫長の場合は車高を調整できるので、取り付けた時よりもし車高が下がっても後から上げれるので、車検の時も安心できます。確かにダウンサスの方が圧倒的にパーツ代安いので気軽に交換できるパーツですが、車検 NG になる可能性高いので、ケチらずに車庫長行った方がいいです。また車庫長を買う時もテインのフレックス Z とかオートバックスに置いているブリッツのいつもセール中の安い車庫長を買わずに、もう少し上のグレードの車庫長を買うのが間違いないです。僕が車庫長を買う前にスイスポのオフ会に来てる人に車庫長どれがいいか聞きまくった結果、絶対に失敗したくないならちょっと高いけど HKS のハイパーマックスです。これやと車庫長を交換してもテインのフレックス Z みたいに乗り心地が悪くなって普段の運転がしんどくなることもないってことでおすすめされて実際買って取り付けましたが、スイスポ純正の足と一緒ぐらい若干硬くなった程度で、知らん人が乗ったら車庫長を交換したのがわからないレベルの快適さなので、車庫長をどれにするか迷ってる方、 HKS のハイパーマックス S をおすすめします。どれくらい HKS がいいかというと、ブリッツの車庫長入ってるスイスポオーナーに僕の車を運転させた翌週にハイパーマックス S 買ってたので、それくらい素晴らしくさらに車検対応の車庫長です。2つ目の合法パーツはワークの車外ホイールです。やっぱり車買ったらホイール交換したくなると思いますが、デザインによっては車体からホイールがはみ出して車検 NG になり、ディーラー入庫も拒否されます。僕が履いてるワークの ZR10、実は交換した当初はディーラー NG 食らいました。その理由はスポークが少しボディからはみ出てるとのことでディーラー NG でした。ただその後にさっきの HKS の車庫長を入れたら車高が下がり、ホイールも少し内側に引っ込んだのでボディからのはみ出しがなくなり、ディーラーも完全に OK になり、そのまま何も言わずに車検にも合格してます。リコールやオイル交換で最近よくスズキのディーラーに行ってますが、何も言われてないです。ホイールだけ買うとボディからはみ出すようなものでも同時に車庫長を入れて調整すれば大丈夫になるものが多いので、車外ホイールを買うときは同時に車庫長も入れた方がいいです。そろそろアンチコメント湧きそうなんですが、純正車高で車外ホイールよりも多少下げてからホイール交換した方が絶対に見た目がよろしいので、ホイール交換を考えている方は勢いで車庫長も同時購入しましょう。絶対そっちの方が後で後悔しないです。車検 OK なパーツ3つ目がロッソモデルのマフラーですね。マフラー交換することで純正と比べると音は明らかに大きくなりますが、シフトダウンした時に感じの音が鳴るようになったり、アクセルブラジルまで踏んだ時にだいぶ気持ちよくなれるので、マフラー交換はおすすめですね。交換することで排気効率上がって若干パワーアップするみたいなんですが、僕は正直わからなかったです。ただ音に慣れてないと交換した当日は頭痛がしたり、100キロ超えてくると普通に車内がうるさくなって、新透明で120キロで走ってると結構不快なレベルでうるさくて、その状態で120キロ巡航だと普段以上に疲れます。80から90キロぐらいだと純正マフラーより気持ち少しうるさい程度なので全くもって快適なんですが、それ以上の速度になると普通にうるさいので、そこがデメリットですね。マフラー交換で皆さんが一番気になるのが、取り付けた時は大丈夫でも数年経って経年劣化で音量が上がってしまい車検 NG になるんじゃないかってところですが、こちらのロッソモデルのマフラー取り付けてからも6年でその間2回車検受けましたが、全くもって音量について検査員の方から言われてないので、僕と同じロッソモデルのマフラーであれば車検に問題なく合格しますし、ディーラーでも何も言われません。ただしセンターパイプまで交換したら音量大きくなりすぎてアウトになる
る可能性あるので、合法カスタムしたい方は僕と同じロストモデルのリアピースまで交換することをお勧めします。4つ目のパーツですが、レカロシートですね。ここ最近車検で車外シートは厳しくなってきてますが、レカロやブリットなどの大手メーカーで強度証明などの証明書があれば全くもって大丈夫です。ただし気をつけるのは、シートとシートレールを同じメーカーで統一しないと車検 NG 食らうので、レカロならレカロで統一するようにしてください。またこの大手2社以外のパーツメーカーからも自社オリジナルのバケットシートとか出てますが、倒産して証明書発行できなくなるとか、いろいろややこしいこと起きてるので、シート交換するなら安定のレカロかブリット、この2択かなと思います。僕が使ってるレカロは座面がメッシュ生地になってて、夏場に蒸れにくいのがいいところです。また若干椅子がブリットよりも大きめなので、体が大きめの方はブリットよりもレカロがいいような気がします。そしてバケットシートを買うときは実際に座ってから買ってください。関西だと神戸のスーパーオートバックスまで行けばレカロほぼ全シリーズ座れるので、ぜひ座ってみてください。あとは京都だとアピット行けば座れるので、関西の方は神戸か京都がいいかなと思います。一方でブリットは定期的にイベントやるので、その時に行けば実際に座れますので、ぜひイベントに行ってみてください。5つ目の車検対応パーツがエッジケースのブローオフバルブですね。これもターボ車定番のカスタムで、ターボ車買ったら絶対につけたいパーツランキング1位のパーツですね。車検とかディーラー OK にするには、このホースをちゃんとつけてリターン式にしないとダメで、それすると音が出ないと思われている方多いんですが、ホースついてる状態の音がこれ。余裕でええ感じの音になります。なのでホース外さなくても OK で、車内からもアクセル踏めば音は聞こえるので、切符切られるリスク取る必要ないですね。もっと音を大きくしたい方は自己責任でお願いします。おすすめパーツ6つ目がバレンティのテールランプ。これは純正の赤色のテールを丸ごと外して交換するタイプで、交換することでウインカーが流れるタイプになったり、何より車体から赤色を消せるので、僕と同じ青のスイスポの方はボディから赤色が消えてさらに見た目良くなると思います。やっぱり青と赤ってほぼ反対の色で目立ちすぎるので、交換するのをおすすめですね。特にファイナルエディションの限定の青色の方もちらほら納車されてきてますが、テールランプ変えるだけで見た目がさらに良くなるので交換おすすめです。ちなみに Amazon とかアリエクに売ってるテールランプは車検 NG です。車検に合格するには E マークというものが必要になります。なので買うときは E マークがついてる車検対応品かどうかしっかりと見てから買うといいと思います。もちろんバレンティは少し高いだけあって E マークがちゃんとついてます。交換もそこまで難しくないので、頑張れば DIY でもできますし、無理な人はプロに丸投げでも工賃確か5000円ぐらいで神戸のオートバックス行けば買ってそのまま交換までやってくれるので、関西の方は神戸行くかネットで安く買って取り付けてください。車検に通るおすすめパーツ7個目がトラストのリップですね。トラストのリップはリアスポイラーに続いてスイスポ界隈で人気のエアロで、純正のミ塗装樹脂リップの上から両面テープとビスで固定するタイプで、リップつけると擦ってしまって割れるんじゃないかと心配な方いると思いますが、トラストのリップはエアロパーツによくある FRP でなくウレタンになってます。ウレタン素材は衝撃に強くて擦っても割れにくいです。ただトラストリップつけると純正と比べて下に 3.5 センチ下がるので、冒頭で紹介したエッジケースの車庫長に交換して車高を下げたら、そんなに下げてなくてもコンビニ入るときやちょっと急な坂だと気をつけないとガッツリするようになります。そのせいで前から見たらめっちゃ綺麗なんですが、下から覗くとこんな感じで傷だらけになってます。ただこれだけ傷が入っててももうつけて5年ぐらいになりますが、今まで割れたことがないので、多少雑に運転しても割れる心配が少ないのがトラストのリップですね。しかも見た目良くて性能もいいのに2万円台で買えるコスパ最強カスタムなんで、僕はトラストをおすすめします。おすすめパーツ8つ目がノブレッセのアイライン。これは純正のヘッドライトの上から両面テープで貼り付けるタイプで、スズキ純正からもオプションでアイライン出てますが、あれのさらに見た目良くしたやつですね。僕がスイスポ買った時はノーオプションで買ったのでついてなかったんですが、半年ぐらいして純正オプションアイライン取り付けて見た目に満足してたんですが、取り付けたちょうど後ぐらいにノブレッセからアイラインが発売開始になって、ミンカラとかインスタでノブレッセのアイラインついてるスイスポめっちゃ出てきて、どう考えてもノブレッセの方が見た目いいなとなって、
純正から張り替えたんですが、車検も全くもって問題ないし、アイライン貼ったせいでヘッドライトの光がおかしくなることもないので、迷ったらノブレッセですね。他社からもアイライン出てますが、ヘッドライトの半分ぐらい覆うスタイルで、もちろんそんなん車検通らなく、車検の時に外す羽目になりますね。粘着テープで固定するんで、もし剥がしたらテープの糊の跡が残って、それをきれいに剥がすのがしんどいと思うので、せっかくつけるなら初めから車検対応でディーラー OK なノブレッセをおすすめします。車検対応おすすめパーツ9個目が HKS の毒キノコ。これは純正のエアクリーナーを丸ごと外して交換するタイプで、エアクリーナーがむき出しになることで吸気音が大きくなって、車内からでもアクセル踏めばこういう感じで聞こえるようになります。純正だと吸気音は聞こえないと思いますが、毒キノコにするだけで結構な音がするようになるので、そこがメリットですね。ただメリットはそれぐらいで、定期的にこの緑のスポンジを交換しないと最悪車が壊れたり、暑い夏だとエンジンルームの熱気を吸い込んでパワーダウンになるデチューンなんで、性能を気にされる方はやめといた方がいいですね。毒キノコのメリットは吸気音と見た目ぐらいです。緑の上位互換で赤色があるんですが、そっちだとデチューンではなくなると思うので、ガチ勢の方はそっち買った方がいいと思います。車検対応パーツ10個目がシフトノブ。スイフトスポーツ専用のシフトノブってモンスタースポーツ、トラスト、アールズ、MES などめちゃくちゃ大量に売ってます。どのシフトノブを買ってもシフトパターンが書かれたシールが同梱されているので、それをこんな風に運転席から見える位置に貼っておけば車検 OK です。たまになんかでシフトパターンが隠れてるとディーラー行った時に貼ってないと NG ですよって言われますが、貼ってあれば OK なんで、シフトノブ交換したらシールは絶対に貼ってください。それだけで OK です。おすすめパーツ11個目がクイックシフトですね。これはシフトチェンジの時のストロークを短くして素早いシフトチェンジができるようになるパーツで、浜松にあるアールズから販売されているものですね。これに交換するだけで純正にあるゴム感が完全に消えて、ストロークも短くなって、何より毎日のシフト操作がめちゃくちゃ気持ちよくなるので、マニュアルのスイスポ買った人は早いタイミングでクイックシフトの導入をおすすめします。もし僕がスイスポ新車で買ったら、速攻で取り付けたいパーツランキングトップ5に入るレベルでいいやつです。取り付ける時に純正のパーツを少し削る加工が必要なんで、全国各地で開催されるアールズのイベントの時に買うとそのまま取り付けてもらえるので、欲しい人はイベント行ってください。間違いなくパーツです。車検対応おすすめパーツ12個目がペダルカバーとフットレストですね。フットレストは特に交換おすすめで、元からついてるプラスチックのシンプルすぎるフットレストをずっと使ってると、その周りのカーペットが剥げてきて見た目最低になるので、僕がつけてるようなレールのフットレストやモンスタースポーツからも出てるので、そういった大型のものを取り付けてあげると周りのカーペットが劣化しないので、6年乗っても綺麗な状態でスイスポに乗り続けることができます。取り付けも工具さえあれば DIY で取り付けできるので、スイスポに長いこと乗りたい人、リセールを気にする人は納車されたらすぐにでも取り付けがいいと思います。おすすめパーツ13個目が可変式クラッチペダル。これはアールズとモンスタースポーツから発売になっているもので、アールズのだとクラッチペダルの角度を3段階から選べるようになって、純正よりストロークが短くなり、ハンクラの位置を調整できるので、クラッチを素早くつなげられるようになるパーツ。スイスポ純正ってクラッチペダルの踏み込みの量が多くてストロークが長いんですが、これに交換すると踏み込みの量が減って普段の運転が快適になるので、もっと快適に運転したい方にはおすすめのパーツです。これにプラスしてここにゴムがあるんですけど、これ150円ぐらいで買えて、それに交換するとクラッチペダル上げたらすぐにクラッチつながるようになるので、この2つ組み合わせるとさらに快適になりますね。ただこのゴム交換に関してはクラッチが壊れるとか賛否両論あるんですが、ゴムとクラッチペダル交換してもう6年乗ってますが、全くもって壊れていないので大丈夫かなと思います。どうしても気になる方はクラッチペダルだけでも交換してみてください。交換してスイスポ運転した瞬間に感動すると思います。車検対応パーツ14個目がタワーバーとピラーバーですね。タワーバーはクスコのやつでフロントにつけるやつ。ピラーバーはトランクの上側に固定するタイプで、これはラルグスのやつですね。どちらも取り付けることで車体の剛性アップにつながり、コーナリング時の安定性やハンドリングのオート性向上などにつながる効果があるパーツですね。この2つ付けた状態でも全く問題なく車検通りましたし、ディーラーで何か言われたことゼロです。ただ車検担当の人によってはピラーバーの周りにスポンジ巻いてないとダメって指摘してくる人もたまにいるそうなんで、ホームセンター行けばバーに巻くスポンジ安くで売ってるので、それだけ付けてください。ディーラーは特に何も言われないです。おすすめパーツ15個目がドアスタ
ビライザーですね。これはドアのこの部分のパーツを大企業愛信製に交換するだけでドアとボディの隙間を埋めることで車体の一体感を高めて走行中のよれやガタつきを抑えて剛性を向上させるパーツ。その結果ハンドリングの応答性が良くなり、段差を越える時のきしみ音や不快な振動も軽減され、乗り心地も多少良くなるパーツですね。交換した当日はハンドルの応答性がクイックになったなとか体感でわかるんですが、1週間もすれば慣れてわからなくなります。この小さいパーツ交換するだけで結構走りが変わるので、車体の剛性を気軽にアップするのにはおすすめなパーツです。車検に通るパーツ16個目がメーターパネルですね。これは鈴木純正のメーターパネルを丸ごと外して新しいのと入れ替えてデザインを完全に変えてしまう2025年に新たに発売になった最新パーツですね。もう ZC33S は2017年に発売になってからもう今で7年も経ちますが、それでも新しいパーツが今年に入って出てきたりとスイスポ人気すぎますね。今紹介してるもの以外にも大量に車外パーツ出てるので、僕のチャンネルの動画見てもらえれば今回紹介してるの以外にもあるので、また時間ある時に見てください。おすすめパーツ17個目がセカンドステージのパネルですね。これは純正の未塗装樹脂の上から両面テープで貼り付けるタイプのパーツになってまして、スイスポの未塗装樹脂は何も対策しないとだんだんと白くなって放置しすぎると手遅れになり、どんだけ洗車してもコーティングしても汚くなり劣化します。洗車の時に毎回きれいに洗うのも正直面倒なので、こういうパーツを上から貼るだけ、それだけで未塗装樹脂の劣化を気にすることがなくなるし、見た目も他のピアノブラックと合ってかなり良くなると思います。色はブラック以外にもカーボンっぽい色など選べるので好きなの選べます。ピアノブラックのデメリットは適当に洗車したら細かい傷が大量に入ってだんだんと傷が目立つところですね。傷がどうしても気になる方は大阪の枚方にあるディテールファクトリーという洗車と研磨のお店に持っていけばポリッシャーで完璧に傷消してくれて、その上から傷を防ぐコーティングを塗ってくれるので、ピアノブラックの傷が気になる方は枚方行ってみてください。概要欄に情報を置いておきます。車検対応パーツ18個目がダッシュボードマット。これはダッシュボードの上に1枚敷くだけで運転中に気になるこういった窓に反射した内装の映り込みを消せるマットになります。設置も簡単で、ダッシュボードに敷くだけで車種専用設計のため加工とか必要なくそのままポン付けできるタイプ。 Amazon 見れば ZC33S 用のダッシュボードマット大量にありますが、その中でも一番おすすめはサンランドのダッシュボードマットですね。サンランドは日差しが強いことで有名なオーストラリアのメーカーで、 Amazon の激安中華製みたいに買って2ヶ月で劣化してマット全体が白くなることもなく、5年使ってもこのクオリティを維持できているので、初手で安いの買うと絶対に後からサンランドのマットを買うことになると思うので、安物は買わずに初めから間違いなくいい商品買うのが絶対にいいと思います。これも敷いたままで車検通りましたし、ディーラーでも何も言われないです。車検 OK パーツ19個目が純正交換型のミラー型ドラレコ。ミラー型ドラレコは5年ぐらい前から人気が出てきたやつで、最近は純正オプションで選べるようになったりと結構人気になってきてます。ミラー型ドラレコを知らない方にめっちゃ簡単に説明すると、最大のメリットはデジタルミラーが使えるようになるので、昔からある普通の鏡ではこれぐらいしか後ろが見えないところをデジタル化することで、サイドピラーやヘッドレストが邪魔、後部座席に人乗っててもトランクに荷物パンパンでも全く関係なくて、一番後ろに貼り付けた広角カメラの映像をルームミラーモニターに表示してくれるので、サイドミラーの視覚を含む範囲まで全部一気にルームミラーだけで確認できるようになるので、後方左右の確認がめっちゃ快適になります。さらに夜もカメラが機械的に明るさを上げて肉眼よりも明るく周囲の確認ができるようになるので、安全運転につながるものです。ミラー型ドラレコが出始めた当初は純正の鏡の上に重ねてゴムバンドで固定するタイプが多かったんですが、最近では純正の鏡を丸ごと外して専用の取り付けステーを使うことで配線が全く目立たないほぼ純正デジタルミラーな見た目のものが増えてます。これをつけた状態で2回車検受けましたが、一切何も言われずに車検通りましたので全くもって問題ないですし、ディーラーでも特に何も言われたことないです。普通の鏡に比べると明らかに見える範囲増えて快適すぎるんで、純正交換タイプのミラー型ドラレコ、これつけると普段の運転がさらに快適になります。特にスイスポは左後方のピラーが邪魔で後ろ見えにくい車なので、デジタルミラーはだいぶおすすめ。
ただし老眼の人は見えにくいとかのデメリットあるので、そこはまた別動画で詳しく解説してるので、概要欄にその動画置いときます。車検 OK パーツの最後がフィンアンテナですね。これは純正の棒アンテナを外して、その上から両面テープで貼り付けて固定するタイプのアンテナ。純正の棒アンテナと比べて明らかに見た目が良くなって、ラジオの感度もそのままなので、見た目をさらにいい感じにしたい人はこちらのフィンアンテナおすすめです。こういう両面テープで貼り付けるパーツはちゃんと正しく取り付けできていれば、数年後に剥がれるとかもないので、貼り付けるときはしっかりと洗車して脱脂してから貼り付けて、その後1日ぐらい動かさずに放置すれば剥がれることないので、そこだけちゃんとすれば大丈夫です。セカンドステージのパネルもトラストのリップもこのフィンアンテナも全部両面テープで貼り付けタイプですが、最初にしっかり貼れば取り付けで5年経っても剥がれる気配ゼロで、車検にも問題なく通るので安心してください。ということで以上がスイスポにおすすめの車検ディーラー OK なパーツ20選でした。これ以外にもパーツつけてそれも動画にしてますが、基本的に僕が動画にしたのは全部車検 OK で、ディーラーでも何も言われないカスタムなんで、これ以外にもパーツ知りたいって方は他の動画も見ていただければと思います。また今回紹介したパーツの詳しいレビュー動画もそれぞれ作ってあって概要欄にまとめておきますので、気になったのを見ていただければと思います。また今回紹介したパーツが買える巨大イベントが毎年7月に神戸のスーパーオートバックスで開催されているので、関西近郊の方はそのイベント行けば購入から取り付けまで全部一気にやってくれるので、そのイベントおすすめです。レビューしてほしいパーツや質問あればぜひコメントしてください。この動画が参考になったなと思った方はチャンネル登録かいいね押してもらえると動画作成のモチベーション上がるのでよろしくお願いします。ではまた次回の動画で。最後までご視聴いただきありがとうございました。